じゃあちょっと熱い手紙がメッセージありがとうございます。いっぱい来ておりますので嬉しい、読ませていただきます。はい、お名前みはのさんからいただきました。ありがとうございます。前回の津田さんゲストの時に視聴にあたっての覚悟のお話があったかと思いますが、コミックスを読んでいる私にとっては今週も覚悟の週で、先週の後半に野原ちゃんが出てきてから1週間落ち着かない気持ちで過ごしておりました。気持ちを整えていざ視聴しましたが、友なりが決まるシーンで野原ちゃんに背中を押された虎杖くんのありがとうを聞いてボロボロ泣いてしまいました。もちろん野原ちゃんが戦うシーンもかっこよくて素晴らしかったのですが、このシーンは野原ちゃんと虎杖くんの今まで築いてきた絆や信頼が感じられて大好きです、ということで、結構野原とは結構というか一期の時もね共闘してるところとかあったりしたから、そうだね、今回はまあ離れ離れだったけども、友なりで助けられている感じがして、もういいシーンでしたね。なんかいいコンビネーションだったっていうのが、一期でも分かったし、しばらくこう距離が離れていて、それでもやっぱりこの2人のコンビはいいんだっていうのを、多分前半で見せてくるっていう作戦、作戦だったんだ。そうやって私たちの心をそうやって上げてから落とすやっぱりいいなって、なんかまだ見たいなって思わせるじゃん。確かにね、ちょっとなんかやっとこう前向きになれたみたいになったところでだもんね。でも三羽さんもきっといろんな思いがあって、最後のシーンとかたくさんなんか触れたい、なんかすごくポジティブなシーンをなんか触れてくれて嬉しいね。なんかそうね、なんか作画もね結構面白かったなっていうところがいっぱいあって、なんか釘崎がさ、ちょっとなんか走りながらなんか攻撃してるシーンとか、なんかすごい独特だったなとか、虎杖がラッシュしてる時とかも結構激しいんだなとか、面白いシーンがいっぱいあったなって思って、ちょっと後で見直したいなと思いましたね。そこをオンエア見た時にやっぱ収録の時にわからないことが多かったから、スピード感がすごいから、どこに誰がいて今どこを走ってていつ接近したんだとかいうのが分かんなくて、でもそれをなんかめっちゃ聞こうと思って、私めっちゃ聞いてたから、その今上ですかとかで降りてきてここですかとかいうのをやっぱりオンエアになって見た時にすごくやっぱりその距離感が重要だったから、やってよかった、聞いといてよかったって思った。諦めないで聞いといてよかったっていや距離感ね分かんない時あるよね。まだできてない時は。ずっと接近戦だったらさ、まあその距離感ってぶれないけど、野原さんってやっぱりこう飛び道具を使って戦うからさ、距離感がすごい大事だなと思ったから、確認してよかったって思いました。さすがです。いやそれが生きたお時間取っちゃいました。生きた映像になったとじゃあ続きまして、エリさんからいただきました。ありがとうございます。えのきさん、瀬戸さん、こんにちは。こんにちは。衝撃的でした。最後の虎杖の声、もはや音にしかなっていないような釘崎というつぶやき、そのまま虎杖の心が折れた音に聞こえた気がして、もうやめてあげてと気づけば泣いてしまっていました。何らかの形でまた彼女に会いたいです。瀬戸さんの野原さん大好きです。ありがとう。そうですね、でもありがたいよね、こんなさたくさん伝える場所をいただいてさ、なかなか なくない？めっちゃ多いよね、確かにね。収録が終わって、演じてる声を演じてる私たちがここまでね、お話しさせてもらえることってなかなかないんじゃない？ずっとインタビューやらなんやらね。いや特に純也くんはね、いろんな人とのさ話でなんかめちゃめちゃ取材受けてるイメージ。